今日はですね、ライディーンのトラックの内容をちょっと分解して見ていきたいと思うんですけども、要するに、どんなパートが入っているのかっていうのをね、一つ一つちょっと、見ていくっていう機会ね、あまりないと思いますので、ちょっと自分が作ったやつですけど、やっていきたいと思います。まず最初のリズムなんですけども、こうして始まるんですけど、これ実は2つの音で作っていて、一つはこれですね。これに、タンバリンを足して、でこれが延々となってるんだけども、これを合わせるとという感じになってるんですね。タンバリンだけ聞くと、でこれにハイハットを合わせると、というこういう形になっているというね、イントロだけでも割とちょっと凝ってるっていうね。で次ベースなんですけどもね、ベースはどれだっけな、ちょっとこううねうねっていうね、あんま短くスパーンと切るような音ではないんだけども、こういう音を入れていて、でこれに今度ドラムのですね、キック、これキックはずっといわゆる四つ打ち四分音符でトン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 で、こういう形ですね。でこれにスネアが入ると、リズムセクションはそんなに複雑じゃないですね。これがずっとスネアにおかずが入る、たまにねぐらいですかね。でこれが、でこれに今度バックのなんでしょう、シーケンスフレーズ、これもオリジナルを聞くとね、なんとなく耳に聞こえるんじゃないでしょうかね。ピコピコ言ってる音がね、実はこんな感じで入ってるっていう、モノシンセのなんでしょうね、モノシンセ特有の音というか、昔からよくねこういう手法はあるんですけども、こんな音が入っています。それとこれね、で俺ライブだと矢野顕子さんがやるパートなんだけども、メロディーと似てるんですけども、コードは進行ですね。コード進行が入っている。でこれにこれ B メロか、これも B メロですね。これぐらいですかね。でこれにメロディーが乗っかるという、A メロは2つオクターブ2オクターブ離れた音が
これ自体が2オクターブ離れた音を重ねてる状態なんだけども、でこれにもう一つ足してるのかな。こんな感じのちょっとアタックが弱い音で、下の低い方の音ですね。でこれをさっきの高い音とつなげると、でこれらにシーケンスとかが入ってるわけです。はい、そして B メロ、さっきちょっと音出したけども B メロはこれは A メロの音と大体一緒かな。でこれにさらに高い音が入って、なので3種類入ってるのかな。ここから感想なんですけども、感想はまずこの馬というトラックがあるんですけど、この馬の走る音、なんか単独で聞くとなんかいまいちって感じがしますけどね、これに C メロっていうパートがある。これが感想のメロディー、一番メロディーらしきものですね。でこれがコード進行、これも2つなってるのかな。で合わせるとでもう一回もう一パート、そのメロディーっぽいのをね合わせると、でそこにね確かベルっぽい音が鳴るはずなんだけど、これがですね。これも単独で聞くとちょっとしょぼいんだけども、こんな感じでね入ってますね。でこれに馬がずっと入っている。でシーケンスも相変わらず入ってるかな。シーケンスが C メロとメロディーと同じような形を弾いてますね。でこれを全部合わせてみると、この最後に向かうところにバットみたいのが入ってるのかな。ここがまた元に戻るのに向けて、ね、盛り上げるっていうちょっとしたテクニックがよくあるんだけど、
あちょっとここだけ全部やってみますか。聞いてみますか。はい、ここもまあ同じといえば同じなんですけども、この高い B メロの高い音ねをサポートするためにこういう、ピッコロっぽい音を、でもあくまでも耳についてる音はこの一番高い音かな。はい、これで元に戻るという、比較的ここまではパターンが繰り返すという形ですかね。でまた C メロに入る。ここから SE が入るんですけども、これはシンセドラムの音で、これがねあんまりうまく作れなかったのかな。これもプロフェット6で全部作ってるのかな、この SE とかね。実際もっとタンスとかでね作ってると思われるのですが、この感想が自分の作った中で一番しょぼい部分かもしれないんだけども、ここもちょっと他の入れて聞いてみますか。実際はスーッと音がね、ヒューって音が入ってて、あれはどうやって作るのかちょっと分からなかったんで結局省いてしまったんですけども、もうちょいね熱い他のパートもあって他の効果音も入ると熱くなるんで、ちょっとここだけほんと薄くなっちゃうんで、ここだけちょっとねダメですね。でここからエンドに向けてでやってることは A メロと一緒なんだけども、皆さんご存知と思われます。このピッコロが入りますね。でほとんどはこれメロディーとある程度かぶってるんですけど、音符がね。これもメロディーは2種類になってますね。このまさに古いアナログストリングス的な。でこれにピッコロと入ってるわけで、でこれ次の繰り返しからまたサブで入る。これが結構肝で、エンドに向けた。こ
これも何もたわいもない音なんですけども、2回目から入るので結構違うのが入ってきたなっていうのがね分かるという。ここから違いが分かるといいのですが、この音が入ってきてる、このパートが入ってきてだんだんエンドに向けて熱くなるっていうね、ちょっとかなり細かい話なんですけども、これをじゃあ、再現部からちょっと聞いてください。でこっからさらに和音になるのかな、重音になるんですね、メロディーがね。ここのパートがだったのが、ちょっとまた細かい話ですけど、和音になる、重音2つの音になる、レミファの3度下の音が入るという、ちょっと細かい話でごめんなさい。でパートをさらに増すっていう感じですね。最初はこうが非常に細かいところなんですけども、だんだん和音が増していくという。という具合でしたね。ライデンに関しては他の曲よりもかなりパートは少ないと思うんですね。これで、テクノポリスとかも、そのうちやろうかなと思うんですけども、結構パートが多くてなかなか大変そうで、しかもボコーダー持ってないので、どうしようかなっていう。ビハインド・ザ・マスクもそうだし、で YMO の曲って何気にボーカル入りの曲が多いというね、あとボーカル入ってないのってキャスタリアとか、あと何かあったかな、インソムニアも実は入ってるし、後半からね入ってるし、アブソルートエゴダンスもちょっと沖縄っぽいのがね、ハイヤーハイヤーとか入ってますからね、なかなか同じような再現はできないんですけども、でキャスタリアとかやってもちょっとマニアックな曲なんであまり受けが良さそうではないかなっていうのもあるんだけども、だんだんやる曲がやはりボコーダーがないとダメかなって、ね、定番のビハインド・ザ・マスク、テクノポリスぐらいは、やらないとって、この流れでいくとね、まだ大して3曲か4曲しかやってないんで、やろうかなと思ってますので、またちょっとそれまでしばらくお待ちください。で今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございます。